ーローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、ヒーローのスキル発動の仕組みについて、簡単な解説をしたいと思います。アリーナやギルド戦で対戦相手と戦っている際に、もう少しスキルが早く発動していれば勝てたのに、と感じたことはないでしょうか？意外とご存じない人が多いのですが、ヒーローウォーズでは、対戦相手から攻撃を受けた際に、HP ゲージの減少割合に比例して、スキルゲージが溜まる仕組みになっています。コンピューターゲームのキャラクターの HP、残り体力などの最大値と残量を示す棒グラフ上のものをスキルゲージと呼び、ヒーローウォーズの場合だと、戦闘画面の緑色と黄色の棒グラフがそれに該当します。緑色のゲージが満タンであれば、ヒーローの体力が最大値程度残っていることを意味し、ゲージが半分であれば、ヒーローの体力が半分程度しか残っていないことを意味します。ヒーローの最大 HP はキャラクターによって大きな違いがあり、今現在のヒーローウォーズにおいて、最も多くの HP を所持しているヒーローはジリで、最も少ない HP を所持しているのはハイディとなっています。この画面の数値は、ヒーローの育成要素をすべて最大値までレベルアップした際の数値で、実際の戦闘で対戦相手がこの数値の HP を所持しているとは限りません。さて、冒頭でお話ししたように、黄色のスキルゲージが満タンまで溜まると、ヒーローはスキルを発動することが可能になります。ヒーローウォーズの戦闘においてスキル発動はとても重要で、スキルを発動するタイミングやヒーロー同士のスキル発動の相乗効果で、戦闘が有利になったり不利になったりするのです。百聞は一見にしかず、と言いますから、まずは、こちらの戦闘シーンをご覧になってください。画面左側は、総合パワーが60121の回で、画面右側は、総合パワーが129,888の回です。どちらも同じ回ですが、左側の回の方が最大 HP が低いので、敵から攻撃を受けた際に、緑色のゲージの減少幅が大きいことがお分かりになると思います。先ほども述べたようにヒーローウォーズでは、緑色の体力ゲージの減少割合に応じて黄色のスキルゲージが溜まる仕組みになっているので、最大 HP が低いヒーローが大きなダメージを受ければ受けるほど、スキル発動が速くなるのです。実際にこの戦闘シーンでも、画面左側の弱い回の方が、画面右側の回よりも先にスキルを発動しています。このシーンは、一人対一人の極端な例ですが、同じ横幅の体力ゲージでも、最大 HP の差によってスキル発動の速さに大きな違いが生じるのです。ヒーローのスキル発動を速くする方法として、意図的に HP に関連するレベルアップを封印したり、アーマーや魔法防御のレベルアップを控えるといった選択肢があります。スキルの発動はより多くのダメージを受けた方が速くなるので、防御力を意図的にレベルアップさせないといった方法を好むプレイヤーも数多く存在します。受けるダメージが大きければ大きいほどスキル発動が速くなる仕組みを最大限に活用した戦術が、ダンテやアラクネをチーム編成の最前列に立たせるチーム編成なのです。俗に言う、ダンテタンクやアラクネタンクだね。しかしながら、この映像をご覧になるとお分かりのように、いくら対戦相手よりも先にスキルを発動しても、最初の一撃で対戦相手を倒せなければ、最終的には、攻撃力に勝る相手が勝利してしまうことになります。スキル発動が早ければ、かなり有利に戦えるヒーローの話をするよ。アラクネのスキル1番は、対戦相手を5秒間スタンさせるので、敵のスキルよりもアラクネのスキルが先に発動するメリットは大きいと言えるでしょう。アラクネは 80% の吸血能力を所持しているので、スキルが発動して対戦相手にダメージを与えれば、与えたダメージ量の 80% ほどアラクネの HP が回復します。アラクネを含むチーム編成は、アラクネの HP を意図的に低く抑えることで、アラクネのスキルが発動すればするほど、相手を長くスタンさせることができるのです。
荒くねのパトロンにマーラが選ばれた場合、荒くねのスキルが発動するたびに相手を長時間スタンさせることができるため、荒くねがチーム編成に含まれている場合は、できるだけ早くスキルを発動させることで戦闘が有利になります。まあ、5人対5人の戦闘では、総合パワーが大きいチームの方が勝つことがほとんどなんだけどね。しかしながら、スキル発動の速さを気に入って、セレステを好むプレイヤーが多いことも事実なので、ヒーローのステータスを自分オリジナルに調整する育成方法も面白いと感じています。ここまでの話をまとめるよ。ヒーローのスキル発動は、体力ゲージの減少割合が大きいほど速くなるので、意図的に体力の数値を育成しないゲームユーザーが存在します。アーマーや魔法防御を鍛えないといった選択肢もあります。じゃあ、HP を育てないチーム編成がどの程度強いのかといえば、それは、そういったことを実際に行っているプレイヤーにしかわからないのです。カーク信者の場合だと、カイの HP のスキンと HP のグリフ、ヨルガンの HP のスキンと装備を意図的にレベルアップしないようにしています。果たしてこれらの小細工が有効的なのかどうかは、もうしばらく遊戯を続けてみないとわからないので、今後もこの動画チャンネルで報告する予定です。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。